今回はホンダ WRV の2025年改良モデル、変更点などを取り上げていきます。時期は2025年4月以降、当初は3月が有力だったみたいですが、ちょっと後ろにずれそうです。内容としては価格改定と上級グレード Z プラスの差別化拡大、この辺りがメインになると噂されています。ちょっとね、微妙に存在意義の薄かった Z プラスに強い特徴を持たせてくる。ついでに価格は全グレードで上げていくよみたいなね、そんな感じです。映ってる映像はちょうど Z プラスなので、比較用に見てください。で、WRV ね、日本登場からまだ1年未満のタイミングで、自分たちとかまだ公開してない映像がいっぱい残ってる、そんな状況です。なので、未公開映像も出しつつ、変更点とか、こっそり変わっていってほしい点など挙げていきます。その他、当サイトならではのコンテンツを盛り込んでいきますので、ぜひ最後まで見ていってください。ほんとね、空回しだけでも見てくださるだけでも、回してくださるだけでも嬉しいです。わかります。じゃあここで、主たる変更点挙げていきます。まず、グレード構成は従来通り。それに特別仕様車が追加される形です。価格改定。WRV の全グレードで5万円程度の価格アップです。これね、正確には4万5千円アップの消費税4500円とか、そんな感じでしょうか。本当ね、物価上がったら税収も増えていくみたいなね、インフレ政策取りたくなるのも、こんなところからもね、ちょっと感じられます。大きな変更があるのは Z プラス、そしてボディカラーの追加、あと特別仕様車の追加。じゃあちょっとね、今度は細かく見ていきます。まずね、Z プラスの変更点。Z プラスでね、シートが変わります。タンカラーとかブラウンカラーと呼ばれる、茶色いお色になります。WRV の中で Z プラスはね、この色のみになるそうで、選択できるというより、このシートが欲しいから Z プラス選ぶということに、なりそうです。合わせて素材は合成革プラスファブリックのコンビシート。これが合成革のみでね、合成革のみで構成されるシートになるとのことです。見た目の質感っていうのはね、元より、着座感とか体のホールド性、このあたり変わってくるなって思います。素材が滑りやすくなるでしょうから、縫い目その他切り返しと呼ばれるようなね、この縫製でバランスが取られてくるのだろうと予想します。あと、同色のブラウン。これが、ドアの内張りとか、インパネとか、内装各部に差し込まれます。今までですとね、中間の Z と上級の Z プラスと、ここの差が少なくて、外装過色の差くらいでした。メッキモールとか、ルーフレール風の過色とか、それからあと、ドアパネル下部の、シルバーの過色とかね、そのくらい。せっかくグレード分けするんでしたら、これぐらい分かりやすい方が選ぶ楽しみが増えそうです。で、ボディカラーの追加。これは後で見ます。そして特別仕様車の追加。ブラックスタイルが追加されます。内容はもうね、本当ネーミングから想像できますよね。ボディ各部に、あとホイールとか内装の一部とか、このあたり黒くなって、あと細かな部分でね、ホイールナットもブラックになるそうです。価格は大雑把に250から260とのことでした。そしたらね、インド版エレベート、違った、インド版 WRV、ホンダのインドの公式ページを見ていきます。ホームページにバーチャルツアーというのがあったので、これちょっと見てみたいなと思います。これね、よくできてるんですよね。車はディメンションとか崩れてないですし、背景はね、多分これぼかしのフィルターがかかってると思います。ちょっとね、サーバー側で処理してるのかちょっと重いんですけれどもね。で、車見ると、やっぱりね、このタンカラーのシート、映えますね。シートって車の中でも大きな部品なので、しっかりね、外から見てもしっかり存在感が出てくるんじゃないかなと。でね、フロントマスク。これね、エレベートっていうか、WRV。フロントすごい厚みありますよね。これまじまじと見ると、もうほんとサイズ感わからなくなって、ほんとクラス不在みたいなね、気がします。で、ちょっとボディカラーを新色の青に変えてみますね。こんな感じ。でね、
なんで今、新色のね、ブルーが追加されてきたのかと。紺とかね、あんまり売れない、選ばれない色として、一般的に言われてますから、そんな売れないような車を今どうして入れてくるのかって、ちょっと考えていたんですね。で、思ったのが、このタンカラーのシートとね、すごくね、相性がいいと思います。この濃いブルーにこのシートが映える。で、この組み合わせがすごくいいので、そんなこともあってね、このボディカラーが登場してくるのかもしれないとね、ちょっと思いました。自分がもしね、ホンダの PR 担当者だったりとか、自分のとこのサムネに使うとしたら、この組み合わせをね、選ぼうかななんてね、思っています。で、これがね、ちょっと色変えてみましょうか。この前撮影してきたゴールドカラーですと、ちょっとシートと、ね、サイドの高い感じが両方でかぶっちゃって、ちょっと暑苦しいっていうか重ったるい感じになるかな。実際はね、太陽の下で見てもこんなに茶色がね、強くないんですけれどもね。もっとこう、濃いゴールドって感じなので、こんなにはならないですけれども、組み合わせで言ったらね、他の色の方が合うのかなと。で、せっかくなんでね、ちょっと中覗いてみましょうか。これね、乗ることもできちゃうんですよね。ドア開けますね。ドア開けて入ります。ドア閉めます。苦しゅうないぞって感じです。で、インパネ見てみますと、ほんとね、これターンの色がワイドに入って、よりなんかこうね、WRV のインパネのこの幅広さが強調されるような感じですね。乗るとね、ボディの横幅以上にすごくね、こう幅広く感じられる車でした。左側の感覚とかね、ちょっと取るの難しいんですけれどもね。もう少しね、このミラーに縦方向の幅が広いなんてね、思ったのを、覚えています。で、リアの方。この WRV が、リアシートね、めちゃくちゃいいんですよね。もうほんと2クラス上です。これはもうはっきり言えます。で、そうしたね、高級感ある、高級車みたいなシートで、着座感が良くて、座り心地が良くて、ずっとね、同じように座ってられる。で、ほんとね、めちゃくちゃいいシート。この辺のね、シートバッグの中央とかもいいんですよね。で、足元もいいです。で、そんなシートに、もうほんとぴったりみたいな感じですね。この合成川、このアプリだと合成川の質感も出てますね。これとね、お色とのマッチング。この表面が変わるとね、表地が変わると座り心地若干変わってくるかもしれないせんけれども、同じだけのね、着座感が確保されていたら、これね、すごくいいんじゃないかなって思います。で、あとね、せっかくなんで、ちょっとね、この前の撮影の時に、触れようかどうしようか迷ったけど触れなかった部分をね、ちょっと見ていきます。もう全然ね、変なこと言うわけじゃないです。ちょっと今アップしたら来ちゃったんで、この辺ですね。この WRV とあとベゼルとかもそうかな。このボンネットの処理と、このフェンダーのね、ここのパーティションの切り方が特徴的なんですよね。この脇で切れています。普通はこの辺ですよね。で、これがね、ここのプレスラインからつながってヘッドライトにつながる感じ。すごくね、目立たないようにできている。でも実際見ると、ちょっとね、ちょっと目立っちゃうのはあるかな。いつもね、上からばっかり見てるわけではないですからね。ただね、これが隙間が広いかと言えば、そんなことはなくて、フェンダー側の外板がね、この内側に来ています。で、このボンネットがね、上から被るような形なので、隙間自体はね、狭いんですよね。厳密にね、その工作精度がどうこうというよりは、ここはどうしてもボンネット上から落とすものですから、多少はね、隙間いるんじゃないかなと。で、この辺のバランスになってると思われます。で、あとね、もう一箇所。あとはね、ちょっとね、気にする人は気にするかもしれない場所で、リアウィンドウのね、接着です。これがね、もうほんとね、外からパコーンってこうはめて接着してあるように見えるんですよね。この辺がちょっと最近の国産車だとあんまり見なくなってきたような感じというかね、ちょっとね、そんな感じを受けます。どうでもいいんですけれどもね、こういうところで節約して、むしろもっと派手な過色をつけてね、バーンとこう着目点をそらしてくれた方が、車全体としてはね、立派に見えるわけですから、
どうでもいいんですけれどもね、気になられる方はちょっとこの辺見てみてください。で、あとね、ちょっとベゼルどうだったかなと思ってね、見てたんですよね。ちょっと古い写真を見てまして、ちょっと出しますね。こんな感じ。上の方はフェンダーじゃない、このスポイラーで隠れて、下の方はね、っていうかこうガラスの周りはシール材が入ってますね。で、ピラーとかの外板がちょっと外側に出っ張るような感じで、うまく隙間を隠してる。見せないようにする。ということでね、やっぱりこう精密感っていうところでは、やっぱりまだ純国産車の方がね、ちょっとこう、まだ上を行ってるのかなっていう気はします。ホンダのインドの公式ページを見ていきます。これが凝っててね、すごくよくできていて飽きないんですよね。例えばこれもマウスオーバーって言ってマウス乗せると、ここ日の丸とか出てきて、日本人として誇らしい気持ちになれます。でそれ以外もね、本当映像、静止画というよりね、映像が多かったりですとか、このボタンなんかはね、コールバックですから、アポちょうだいよみたいなボタンですかね。こういうのがいっぱいあったりとか、あと公式ページなのに中古車のリンクがあったりね。やっぱりお国柄の違いですかね。日本のページより、違うというか、ここが重要視されてるなっていうのをね、感じます。で、あとね、そう、オプションなんかもね、これすごい大きい写真でいっぱい出てるんですよね。メッキパーツで上級感をアップするみたいなパーツですとか、逆にアーマーパッケージ、こっちはあれですかね、ちょっとゴツさ、ヘビーデューティー感をアップするみたいな感じとかね。でもこのドアハンドルの内側の爪傷からね、引っかき傷から守るようなプロテクターは、ここはメッキ過色になるんですかね。やっぱりなんかこうメッキ流行っぽいですね。で、あとね、ちょっと見ていきたいのが、ここに VR なんていうのがありまして、こんなのもね、トップページにボーンってあるんですよね。で、ちょっと内装を見てみましょうか。特に動かせるわけじゃなさそうですけれども、ぶわーっとね、バーチャルルーム、体験するって感じかな。いいですよね。この勝手に動いてくれるっていうのはいいね。なんかこう、ぼーっと見てられますよね。そうしましたら次のテーマは電動パーキングとブレーキホールド。これね、WRVT とどうしても触れられやすいところなので、自分もさらっとね、ちょっと思うことを述べてみたいなと思います。もちろんこうした機能はね、あるかなしで言ったらもう絶対ある方がいいです。でもこれだけで車選んじゃったらちょっともったいないよ的なね。ついていても使いにくいというか結局使わない車もありますし、そうね。そんなところです。で、どんな時に、これ嫌だなと思うかというと、まず通常走行中は、停止のところから行きます。停止ね、速度計が1キロ、0キロと起こってきて、このあたりね、微妙に車が動いているタイミング、もしくは、完全停止したあたりで、このブレーキホールドが介入してきます。巻き取りですよね。サイドブレーキ巻き取る音が聞こえてくる。この瞬間にね、あんまり速すぎるとブレーキタッチ変わっちゃって使いにくかったりっていうのがあります。で、あとは発進の時、微妙に引っかかり感があってね、引っかかるようにこうコツンと出ていくとか、アクセルペダル踏みすぎちゃってね、グッと出ちゃうとか、そういった時があって、滑らかさに書いて、使いにくい、結局使わないなんていうのがね、こういったところから出てくる。で、あとこれだけじゃなくてね、下り坂にこの前止まった時に、足離したらね、もうその瞬間にウィーンってね、こう、ものすごい勢いでサイドブレーキ巻かれたんですけれども、ちょっと車動くと。で、そうね、止める時も、いろいろ気にするんだったら、その平らなとことか、坂道とか、それによって自分で手でクッと引いた方が、調整もできるし、いいんじゃないかと。で、あとね、それだけじゃないです。例えばね、オートリリースという機能がこのブレーキホールドとか電動パーキングにはありまして、エンジンかけてシフトセレクターを B から D にすると、自動でこのサイドブレーキが解除される車もあるし、されない車もある。それからブレーキホールドが、メモリー機能がついていて、前回の状態を保持してくれる車と保持してくれない車がある。毎回押さなきゃいけない車も結構多いです。で、これにね、アイドリングストップまで加わりますと、例えば、そうね、ドア開けて車乗り込んで、エンジンかけて、シートヒーターつけて、で、シートセレクターを P から D にして、で、電動パーキングを下ろして、
で、アイドリングストップ切って、それから、このブレーキホールドか、ブレーキホールドを押して、ここまでしないとね、走り出せない。で、朝とか寝ぼけててね、ブレーキホールドのボタンを押すの忘れちゃったことあって、そう自分もあって、で、足離したら、車動いておっとっとみたいなこともありますからね。あるかなしで言ったらある方がいい。でも、そうね。あって、あって微妙な時もある。そうだ、微妙な時もう一つありますね。駐車場とかね。特に自分とかこうバックで大通りに職場から出るんですけれども、その時ね、ブレーキモード先にオンにしちゃうと、クリープがね、使いにくいです。ブレーキ踏まなくてもね、車止まりますから、クリープが使いにくい。で、どうしてもね、この低速時、走りやすいように、そのクリープという機能がわざわざついてるのに、それが使いにくくなる時とかもあるんでね。このあたり、車選ぶときに、そんなね、そこまで気にしなくてもいいんじゃないかなというのが思うところなんですけれどもね。あればあった方がいいので、悩ましいところかなと。で、あとね、変わってほしい点というのをね、一つ挙げたいと思います。またね、ちょっと小さな長所短所という別の動画でこのあたり触れていますので、で、まだその動画上げてないんでね、次に上げる予定なので、今回ちょっと一つだけ触れます。で、その一つが、エンジンフード、ボンネットか。ボンネットを閉めるときに、ちょっときついな、硬いなっていうのがあるんですね。最初見た1台目の車の時は、WRV の時は、ちょっと立て付けが悪いのかなとか思ったんですけれども、2台目でもね、一緒だったんで、キャッチがね、その受ける方がね、すごく硬いんですよね。でね、最初の車の時は、もうかなり高い位置からね、ボンネットを落としました。もうバーンと音が響くぐらいでね。ボンネットって、手で押して閉めるより、正しくは落として閉める。これが正解なんですよね。で、理想は閉まるギリギリの高さから軽く落とす。なんですけれども、もう全然閉まんなくて、困っちゃいまして。で、そう、2回目の時はね、ちょっと同僚が一緒にいたので、整備士なんでね、一緒に話していて、力あるんで、彼がクックックッと押してたら閉まりました。結局、落としても閉まらなくて、手でグッグッグッってなんか3連発ぐらいで押してたら閉まりましたね。このあたりね、もしオイル交換のバイトとかされてる方が、この動画見てくださっていたら、これちょっと覚えていたらね、役立つ時が来るかもしれないです。ということで、そうね、こうしたところがね、見えにくい部分、見えない部分。これね、取り上げるか考えたんですけれども、やっぱりね、普通の方でもウォッシュアイキーを足すことぐらいはあるでしょうからね。もしくは、場合によっては、ボディペンのお色の色番号なんていうのがエンジンルームに書いてあることもありますので、覚えておいて損はないんじゃないかなって思いました。で、こういったところが、生産が進んでいく中で、日本仕様だけ変えてくれてもいいのかな、どうなのかな。これがあえてね、インドで雑に扱っても壊れないというテーマでこう作られてるとしたら、そうね、日本仕様だけでもなんてね、思っちゃうところです。ということでね、動画は以上です。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。